こんばんは、吉原です。社会とつなぐ場を担当いたします。このプログラムに採択された皆さんが社会とつながり活躍するために必要なことを今からお話したいと思います。最も大事なことは、このプログラム言うまでもなくですね、今までも説明がありましたように最大限に活用して研究力やトランスファラブルスキル、そういうものを身につけていただくということになると思います。でちょっと先の話になっちゃいますけども、それらを身につけたら皆さんこの後どうなるのかっていうと、それを社会で生かすということになりますね。で最初はきっと戸惑ったり活躍できるために時間がかかるようになるんじゃないかなというふうに思います。将来の話なんですけれども、それは皆さんが博士課程を修了した時には当然のことながら専門性は高いんですけれども、大学の環境で学生の立場で身につけたからなんですね。で立場が社会人になって環境が変わると、専門性の生かし方も変わります。ですから考え方や行動も変えなければならないということで時間がかかると思います。で社会に出てからじっくりそれを、変えていくということもありなんですけれども、早い時期からこの社会とつなぐ場、これから我々が提供するものを活用して自分自身のキャリアを考えておくと、より早く活躍できる、スムーズに移行することができるというふうに思っています。あと社会に出てからですね、先輩方、これちょっと自分がやりたいことと違ったなって思う場合もあるんですね。でそういうことも事前に考えておくことによってより自分に合ったキャリア選択、そういうものができるんじゃないかなと思います。ですから今未来の話って言いましたけれども、やっておくことによって実はすぐ近いところでも効果があるんじゃないかなというふうに思います。じゃあそのキャリアを考えるときに何をしたらいいんでしょうかということなんですけれども、まず社会で活躍するイメージを持っていただきたいなって思います。でそれを皆さんに言うと、皆さんがタイムマシンに乗って今皆さんが持っている知識や経験、そのまんまで将来に行った時にこうやりたいっていう話をみんなするんですよね。今こういう研究したいとか、こういうふうに活躍したい。でもそうではなくて、皆さんが10年後20年後にもっと知識や経験を積んで、そういう状態になってどうやったら社会に貢献できるかっていうようなイメージを持っていただきたいというふうに思っています。例えば企業だとしたら10名とか20名とか部下がいたり仲間がいたり他の会社の人と協力したりっていうことで活躍する。でアカデミックなポジションだったとしたら国際的なプロジェクトを率いて、例えばエネルギーだったり食料の問題、国際的紛争に関するもの、そういうものを率いていく、世界的な課題解決をすると、そういうことにつながる研究をするというようなイメージを持っていただきたいというふうに思います。でそんなことを考えても数年後に変わっちゃうかもしれないです。それでも一度考えておくと、変わった時に詳細まで早く考えることができるようになります。なのでそういうものを考えることができれば、そのためにこのプログラムを使ってたくさんのプログラムがあります。その中でどのプログラムを使ってどんなスキルを身につけてどういう考え方をすればいいのかっていうのが見えてくると思うんですよね。で一度先ほどもちょっと言いましたけど、やり方を身につければやりたいことが変わって、多分皆さんこれから知識を得たり経験を積むとやりたいこと変わってくると思います。そういう時にも考え直すのが非常に早くなる。それから誰かからそういうことを質問された時にもスッと答えられるようになると、そういうようなメリットがあるんじゃないかと思います。それらを考える時には、ちょっとした準備が必要だと考えています。まず自分は何が好きなのか、何ができるのか、何をやりたいのか、そういうことをじっくり考える。つまり自分自身を理解するということが大事です。できるだけ具体的に理解してください。で次に自分が進む先にどんな選択肢があって、それらの特徴は違いは何なのかということを考えていっていただきたいと思います。自分はこういう道に進むんだと決めていらっしゃる方もいると思いますけども、それ以外も調べてみると、実は自分が知ってるのってすごく狭いところだけで、選択肢にないところにも自分が向いていることに気が付くことができるかもしれません。
それから自分自身が進もうとしている道、考えることによってそれやっぱりそれが自分に適してて本当にやりたいんだっていうような確信、そういうものが持てるかもしれないです。ですから、一人で考えるのではなくて、いろんな人と相談しながら自分のキャリア、そういうものを考えてみるといいんじゃないかなというふうに思います。でこれも一度やっておくと変わった時にまた次に考えるコツがつかめるんじゃないかなというふうに思います。で、今申し上げたように自分をちゃんと理解する、何がやりたいのかっていうのを具体的に考えた上でどういうことをやりたいのかっていうのを考えておくと、社会で活躍するっていう時のイメージがつきやすくなると思うんですよね。でそれらを念頭に置いた上で専門性を磨いたり、これから研究どんどん進めていきますよね。その中で専門性を社会で生かすためのスキルとかトランスファラブルスキル、たくさんあるプログラムの中から選んでいただければというふうに思います。でさらに、先ほどもいろんな人に相談した方がいいというふうに言いましたが、指導教員と相談したり、それからこれからその社会とつなぐ場ということでいろいろ企業の方々と会うチャンスできると思います。そこで企業の人と相談することによってそういうことを考えていく、自分が知らないところで社会でどうなっているのかっていうのを見ていくことができるんじゃないかなというふうに思います。でうまくいかなかった時はそういう方々からフィードバックをもらえばいいんです。で我々はそのように皆さんが自分自身を理解したりキャリアを多様に考えたり、そういうきっかけを作ったりする場、そういう場を皆さんにプログラムとして提供します。それが社会とつなぐ場です。であとですね、博士、個性が大事です。なので皆さん個別にそういうプログラムを利用するっていうのはとても大事なんですけれども、できれば個々に個別相談をするということをやってください。皆さんの研究室の中で相談するのもいいと思いますし、それから我々先端人材育成センターに相談していただければ、もう D1 の時から早い時期から相談に乗って皆さんがこういうことを考えるための支援をすることができます。であと過去に実施したプログラム、セミナー等に関してもオンデマンドで視聴することができます。書いてあるこのコフレ動画配信サイトで検索していただけるとどんなアーカイブがあるかということを見ることができます。それから今日は先ほど今概念的なお話をしていて具体的にどういうプログラムがあるということを説明してないんですけれども、ここのハイシステムっていうところに登録してください。そうするとそのプログラムが実施される1ヶ月から2ヶ月前に詳細が連絡いきますので、その中から先ほど皆さんに説明したような自分が取るべき何かを身につければいいのかっていうのを選んでですね取っていただければと思います。あとそれからこちらツイッターですね、これ博士のキャリアに関することを日々つぶやいております。多分日本で一番詳しいんじゃないかなというふうに思ってますので、これぜひ登録してですね情報を得ていただければというふうに思います。で、皆さんこれから研究で忙しくなると思います。でキャリアのことを考える、特に本当にアカデミアに進む、企業に進むっていう時に面接の準備をしたりエントリーシートを書いたりっていうことで急に忙しくなったりします。できるだけ早く準備しましょう。今から分散しておけば直前になって研究をしなきゃならない、就活もしなきゃならない、すぐに迷わずに済みます。できるだけ早い時期からこれから皆さんに紹介していくプログラム活用して考えていただければと思います。また何か悩み等ありましたら気軽に我々のところに相談してください。以上で社会とつなぐ場の説明を終わります。皆さんこれからもよろしくお願いします。